こんにちは、白川隆二です。阿部俊治です。先ほどまでね、宮平先生と交流させていただいて、はい、たくさんの技ね、はい、教えていただいて、すごく体験してね、はい、まだ興奮冷めやらぬ、はい、状況ですが、はい、阿部君が今回、ね、はい、一緒に同行して技を、ね、受け取っていただいたり、あるいは阿部君自身がね、はい、もう宮平先生の技を受けたりして、はい、まず聞きたいのは、はい、阿部君から見たこの私とあと宮平先生とのこの交流っていうのは、どのように阿部君にとって映っていたのかなっていうのもうその中国武術のすごい先生とその合気道界を代表する劉先生が同じある意味ところに集って交流をするっていうのはなんか新しいことが始まったんだなっていうのもすごく感じた今日は撮影というか姿でした。なんかそのね、独特な雰囲気っていうかね、独特な雰囲気でしたね。はい。その柔らかい雰囲気でもあるんだけど、このなんか通常のいわゆる私たちが撮影してきたような YouTube ではない緊張感っていうのね、宮平先生そのエネルギーを感じるというか、内に秘めた力をやっぱ近くで見ると感じるというか、感じた部分がすごくあったのと、劉先生がいつも以上にYouTube で見られないピリッとした緊張感を持って撮影をしていたのがすごく印象的でした。やっぱりあれぐらい集中しておかないと、集中とリラックスしないと、やっぱりいつ壊れるかなっていう緊張感があったんだよね。ありました。実際にそう技を受けてみて、阿部君も今回ね、宮平先生の技を受けたと思うんだけど、どのように今回チンナっていう技を受けさせていただいたんですけども、やっぱりもう壊されるんだなっていうのがもう痛いというか、でもこれはもう神経の痛みなので、何かをどう鍛えたらこれはもう改善できるものじゃなくて、本当にその急所を的確に抑えてきているっていうことで、本当に最短で体を壊してきてるんだなっていうのがすごく感じて、危ないなっていうのが一番の感想でしたね。散々ね、阿部君もね、もう私とか危険ないろんな合気道の技を受けてきたんだけど、その関節技をたくさん受けた阿部君でもやっぱりね、これはどうしようもないというか、なすすべがないなっていうのが正直な感想でした。動画では何回も見てたけど、全然違かったっていうのが、違いました。やっぱそう感じた。あとはやっぱその宮平先生が例えば合気道に対するこの見方、武術家宮平先生から見たら合気道に対する見方っていろんなことで表現したけど、それについてどういう例えば、具体的に言えば、例えば蹴りがないっていうことにどうする、例えばスタンスがある相手に対してジャブとか来たらどうするっていうふうに、阿部君はほら合気道すごい大好きで、今の本当に合気道の見たらジャーッと来てるじゃん、そういう阿部君から見たそういう質問、例えば阿部君が逆に宮平先生に言われたら、ジャブ来たらどうするの、キック来たらどうするのっていうふうに来たら、どう答えるのか。でも確かにもう質問が的確すぎて、確かに私も稽古してる中でこの部分は足りないんだろうなって思った部分だったんですけど、なんかどこかでそこにちょっと目を背けてたじゃないんですけど、ただ今回の2日間を通してやっぱりそこもちゃんと合気道を稽古するものとして考えなきゃいけないんだなっていうのはちょっと改めて思いました。考えましたね。確かにこれは対処できないな、ちょっと自分でも先生の撮影してる様子を見て思いました。よくね、私はコラボでいろんな人と交流していくけども、阿部君はね、そういうところに傍らで見てはいたんですけど、実際そういうふうにストレートに宮平先生ぐらいのレベルのね、高い、宮平先生ぐらいのこういう格の高いというかね、すごい実力のある中国美術の先生に本当に純粋な質問がそれ的確ななかなか合気道だけの中にいたらそんな質問ももちろん受けることもないですし、多分考えることもないと思うんだよね。でも実際にね、阿部君が直接聞かれたわけじゃないけど、自分の身になってみたらちょっと分かるでしょ。すごく今回は感じました。感じることがね。美しい合気道。練習の中で受け身を想定してないっていうのがすごく今回勉強になったなっていうところがあって、受け身をさせないようにやってるっていうのが、合気道はもうむしろ受け身を取らせるように稽古をするので、それで受けと取りが上手になるんですけど、やっぱり中国美術はもうまず取る方がいかに的確に技をやっていくかというところで、そこの考え方の違いがすごく私今回。確かにそこはね、面白いよね。逆に合気道の場合には安全にどう受け身を取るからっていうことで技をやっていくけど、宮平先生の中国美術の発想でしたら、受け身取れたら逆に技が引かないっていうので、確かにその稽古の仕方、あと考え方っていうのはまるっきりね違いましたね。割と先生もどちらか緊張させるっていうよりも、むしろ柔らかく受けて相手の体の動きを生かして投げるっていう
投げ方だなってずっと私思ってたので、そのある意味こう対極というか考え方が思想によって違うんだなっていうのがすごく今回感じました。それこそね、お弟子さんどう感じた？宮平先生のまた独特の雰囲気とね、すごい緊張がねあったと思うんですけど、はい、やはりすごくこう鍛錬されているというか稽古されている方たちで、もう組んだ瞬間にこう圧というか、もうこれはちゃんと稽古を積み重ねてきた方なんだなっていうのをもう肌で感じる。やっぱり宮平先生がそれだけ手塩にかけてちゃんと心と体を見てレベルアップさせて、そしてお弟子さんたちもその期待に応えてしっかり稽古してるっていうのはやっぱ触れた瞬間やっぱ阿部君も感じた。感じました。やっぱ感じるよね。それはね、ちゃんとやっぱ稽古してる同士がね感じるものではあるよね。あとは例えば水手、普段やらない応用水手初めてやったんですよ。私はあそこまでの水手やったことなかったので、どうだった？いや、あれも本当に私ももう全くついていけなくてですね、何回ももらってしまったんですけども、やっぱりちょっといつものあるいは合気道に来てる部分なんですけど、接点を大切にするっていう意識をちょっと使うと、もうやられてはしまったんですけど、確かにこうつながる部分があるなっていうのはすごく感じました。ね、だって阿部君も一緒にこう両手両足攻撃あったって初めてだよね。足の攻撃を受けたっていうのは。走ってるまで想定あまりしてなかったので、やっぱり新たなちょっと発見というか感覚ね、すごい刺激にはなったですよね。ここはね。なかなか蹴りがあるとまた武術の見方っていうのが変わりますね。別に合気道に蹴りがあった方がいいとは思わない、別にそれっていうことではないんだけど、ただまたそれを体感するとまたね、武術の見方一つのこう凝り固まった見方が広がっていく感じがね、だと思うんだよね。それをやっぱりね、今回そばにいただけじゃなくて一緒に稽古する機会があって、すごく私自身も嬉しいなと思ってちょっとね良かったんですけど、でもそれ例えばパーンって顔に当たったりバーンってやられたら実際ね、ちょっとやっぱ打撃に対する体勢みたいなね、そうですね、全く今までなかったですから、ちょっとびっくりするでしょ。やっぱりちょっと動揺して止まっちゃいますね、一瞬。やっぱできる人たちそこら辺に慣れたりするので、そこもねやっぱり初めて体験して、もう私的にはもう嬉しい部分もありますよね。でそうやって阿部君自身もやっぱこう合気道に対する見方だったり考え方も変わってくれればさらにいいかなと。で今回の2日間を通してこう中国武術の奥深さを引きしたっていうのもすごく良かったんですけど、こうよりこう合気道の魅力も感じることができて、どういうところを注意してまた稽古をしていけばいいんだなという新しい発見にもつながったので、すごく勉強になりました。本当その合気道の見方も変わるよね。この今までのいいっていう部分だったり、やっぱこう改善しなきゃいけない部分だったりっていうのもあるけど、やっぱその自分たちがやってくるね、どうやって稽古していけばいいかっていうのもちょっとまたねヒントになったよね。もうまた稽古したいなってもう合気道思ってます。やっぱよりねこの中国武術に触れることで、我々合気道家としてもやっぱり合気道の深みだったり、この合気道の良さっていうのはね、分かったよね。もうまた再発見しました。美しい合気道。はい、ということで、宮平保先生と私の交流はエボリューションで、皆様ぜひご覧ください。ワン、ツー。いつもいろいろ拝見してます。お願いします。はい、お願いします。おお。久しぶりです。下に行く横下。それぞれの道があまりにも違うかなっていうのを改めて感じたら。必要なのか必要じゃないかは僕が出したい答えなので、だから今それを、に全力で向き合ってるっていう感じです。はい。